はい、どうも、ウルスです。今回はですね、こちら。すべてのゲームを手のひらに ROG エイライをですね、レビューをしていきたいと思います。こちらはですね、ASUS 様から発売されているポータブルゲーム機でございまして、Windows 11がですね、入っていて、でかつ AMD Ryzen Z1 のエクストリームを搭載したモデルになっております。このサイズ感でね、PC ゲームをプレイすることができちゃうというですね、やばいデバイスでございます。外出も増えてきたこのタイミングで移動中やちょっとした空き時間にね、ゲームをしたい。そんなゲーマーにとってですね、夢のようなこのゲーム機をなんと ASUS 様からお借りすることができました。本当にありがとうございます。またですね、ASUS 様からはもう素直に感じたままにレビューしてくださいと言っていただけておりますので、1週間ほどね、使用してみて良かった点、また気になった点というところもね、お話をしていきたいと思っております。こちらのチャンネルではこういったゲーミングデバイスや撮影機材のレビューをしているチャンネルでございます。よければチャンネル登録、X のフォローもよろしくお願いいたします。ではですね、早速お話ししていきたいと思います。まずはですね、入っている本体がですね、こちらになりますね。カラーリングが白色でかっこいいモデルになっております。これの他にですね、こういった充電ケーブルですね。USB Type-C のものがね、ついてきております。あともう一個ね、こういったようなスタンドがね、ついてきます。こんな感じで、設置できるというものですね。ではね、まず早速、こちらのね、ROG エイライのですね、基本性能についてお話ししたいと思っております。この ROG エイライは現在ですね、2種類のモデルが発売されておりまして、Ryzen Z1 エクストリームを搭載したこちらのモデルと、少しですね、価格が安くなっている Z1 を搭載したモデルっていうのがね、出てきております。でこの Ryzen の Z1 シリーズっていうのが、このポータブルゲーム機向けに作られたプロセッサーになっておりまして、CPU 性能としては8コア16スレッドで、ラデオングラフィックスも搭載しているというものになっております。で、本体はですね、こちら約 608g と、比較的軽量で、持ち運びをね、ちゃんと考慮したコンパクトな、ボディになっております。任天堂スイッチとね、比較してもこのサイズ感になっておりまして、かなりですね、コンパクトなボディになっているかなと思います。ディスプレイはですね、7インチのフル HD で 120Hz に対応しておりまして、応答速度は 7ms、起動はですね、502と、120Hz のですね、リフレッシュレートがあるんで、滑らかさもね、十分なんじゃないかなと思っております。あんまりね、ないかとは思うんですけれども、屋外のね、日差しが強い場所での使用っていうところは、輝度がね、500ニットしかないので、ちょっと足りなくてね、見にくくなるかもしれないんですけど、基本的にはね、屋内で使用することを想定されているかと思いますので、そこはね、あんまり気にしなくていいかなと思います。で、ストレージはですね、SSD の 512GB、メモリは DDR5 6400の 16GB となっております。ちょっとですね、ストレージは心もとないかなと思うんですけれども、別途ですね、UHS-2 に対応したマイクロ SD スロットがございますので、こちらでですね、データ管理することもできちゃいます。で、バッテリーもですね、持つ感じでして、メーカーから公式で出ているバッテリー駆動時間、最大ですね、10.2 時間となっているんですけれども、こちらに関しては正直なところ、がっつりゲームをね、プレイしてた場合は、2時間ぐらいが限界かなといった感じです。でも2時間あればね、十分なんじゃないかなと思います。はい。で、そしてね、そんな ROG エイライなんですけれども、使ってみて良かった点をね、まずお話ししていきたいと思っております。で、一つ目がですね、ボディ設計ですね。この 608g というですね、軽量ボディプラスして、エルゴノミックデザインとなっているこのね、グリップがですね、かなり握りやすいかなと思っております。で、このグリップが握りやすいことによってですね、思った以上に軽く感じるかなと思います。608g よりもね、全然軽く感じるかなと思います。
で、またね、排熱機構もね、結構工夫されておりまして、ボディはね、さすがに、ここはですね、結構熱くなっちゃうんですけれども、グリップ部分、この持つ部分はですね、全然熱くならないので、長時間ね、持っていられる工夫っていうのがされているかなと感じました。あとね、単純にゲーミングノート PC に比べてですね、ここまでサイズが小さいので、やっぱね、持ち運びっていうところも便利かなと思います。で、背面のね、このボタンもですね、ちゃんとついておりますので、かなりですね、コントローラーとしても握りやすく使いやすいんじゃないかなと思っています。上部にはですね、ここ、電源があって、ボリュームの調整、で、USB Type-C のポートがあるのと、外付けの GPU を取り付けることができる専用の端子がありますね。で、マイクロ USB のスロットとイヤホンのジャックですね、があります。そしてこちら、良かった点2つ目なんですけれども、プロセッサー性能ですね。こちらが、この Z1 エクストリームがですね、かなりすごくて、重ためのゲームでもね、ちゃんと動いてくれるんですよね。いくつかね、ベンチマーク回してみたので、そちらね、お話しさせていただくんですけど、まずね、シネベンチ R23 でね、見てみました。エイラー自体の設定は標準というか、パフォーマンスモードっていうところにしておりまして、その状態でマルチスコアが9441。で、シングルスコアは722となりました。ブーストモードってものにね、すればさらにね、性能上がると思うんですけれども、電池のね、消費も早くなっちゃうので、一旦ね、パフォーマンスモードにしております。で、2022年モデルのですね、ゲーミングノート PC Zephyrus G14、私がね、ちょっと持っている、プライベートでね、使っているゲーミングノート PC なんですけど、こちらに搭載している Ryzen 7 6800HS がですね、標準時マルチスコアが9809という数字だったので、そこに引けを取らないね、いかにね、いい CPU が積まれてるかっていうのがね、分かっていただけるかと思います。でね、ゲーム性能に関しては2種類ほどね、ベンチマーク取ってみました。まずですね、FF ベンチですね。これいつも PC のレビューさせてもらってる時に撮ってるんですけど、フル HD の標準画質で、3075と、普通にプレイができるというスコアが出てきておりました。実際これね、フル HD で普通にプレイできるっていうのが結構すごいなと思いました。で、もう一つね、あと最近やってるね、ストリートファイター6、こちらのベンチマークも取ってみました。これはですね、さすがにフル HD の画質ではですね、ちょっと厳しくって、平均 FPS も30ほどになってしまってたんで、ちょっとですね、ゲームに耐えれない感じではあったんですけれども、少しですね、画質設定を下げれば、60fps ちゃんとね、出るようになりましたし、720p まで解像度を下げれば、不自由なくですね、プレイすることができました。正直ね、この7インチの画面であれば、720p、いわゆる HD 画質でもですね、全然綺麗に映るので、問題ないかなと思っております。で、良かった点3つ目はですね、音ですね。スピーカーからのサウンドがかなり綺麗と感じました。使うときは実際はね、イヤホンやヘッドホンを使用することの方が多いと思うんですけれども、最初ね、起動してみて、音聞いたときにね、あれいいなってちょっとなりまして、内蔵のステレオスピーカーは 1W の ×2 ですね、全然普通のね、決して出力のあるスピーカーってわけじゃないんですけれども、個人的にはですね、クリアで結構聞きやすいサウンドを出してくれてるなと感じました。ちゃんとね、ドルビーアトモスにも対応してくれてるみたいです。良かったと思った点4つ目がですね、専用アプリが便利っていうところですね。はい。OS は Windows 11なので、慣れ親しんだデスクトップの画面にはなるんですけれども、7インチの画面でかつ、マウスなし、ないしはキーボードなしでの操作っていうのがちょっとね、大変なんですよ。ただ、この専用アプリ、Armoury Create SE というですね、この A-Line 用に設計された制御ソフトが優秀でして、ゲームの起動や各種設定もですね、ここからシンプルに操作することができますので、パッドないしはタッチパネルの操作でもですね、快適に使用することができます。地味にね、ここのデスクトップを表示するっていうボタンがね、便利でして結構使っておりました。やっぱりね、この画面上でゲームとかもね、選択して、もう直接ね、ピッと起動することができるので、なかなかね、使い勝手がいいんじゃないかなと思っております。で、ここからはですね、逆に使っていて気になった点をですね、ご紹介していきたいと思います。一つ目はですね、スタンドですね。はい。で、やっぱりですね、コントローラーを使用してゲームをするときっていうのは、本体をね、立てておける内蔵スタンドがあるといいなと思っちゃいました。この任天堂スイッチを例に挙げさせてもらうんですけど、
スイッチって実はここにですね、内蔵されたスタンドがついておりまして、これだけでね、画面をね、立てることができるんですよ。なので、追加でね、スタンドを用意しなくても、これでね、これだけで自立させることができるんですけれども、ROG Ally にはこの機構がないので、別でね、スタンドを準備する必要があります。同封物にですね、こういった純正のスタンドがついておりまして、これを使えばね、まあ言ってしまえば問題ないっちゃ問題ないんですけど、やっぱりね、少しでも荷物を減らしたいと思うとですね、このスタンドもですね、ちょっと持っていくのが省かれますので、内蔵しておいてもらいたかったなというのが本音でございます。あとね、純正のこのスタンドがちょっとチープすぎるっていうのもね、ありますね。はい。気になった点2つ目はですね、インターフェースでございます。アケコンとかも接続して、やっぱね、LAN をね、有線接続してゲームをしたいよってなった場合なんですけど、この本体の USB Type-C のですね、ポートが1個だけだと、やっぱちょっと足りなくなっちゃうんですよね。なので、別途こういったですね、USB Type-C のハブ、増設できるですね、ハブをですね、使用することがね、前提になってしまっているというのが現状でございます。で純正でですね、充電ケーブルも兼ねたハブっていうのもですね、出ているんですけれども、ちょっとお値段がね、高いというところもありますし、こういったちょっと安めのね、ハブを準備するとしてもですね、どうしてもこの本体以外にですね、追加の付属品をですね、買う必要が出てきて、追加の出費がかかっちゃうというところがあります。今はですね、スタンドも兼ねている、こういったようなですね、ハブが出てたりしてますので、もうこれがあればね、結構便利に使用できるんじゃないかなと思っております。はい。でね、3つ目が指紋認証でございます。ROG Ally はですね、実は指紋認証に対応しておりまして、こちらの電源ボタンを押すときにですね、この電源ボタンで実は指紋をね、認識してくれます。この反応というか、認証がね、ちょっと大変というか、うまくね、認識してくれないときがたまにありまして、ここがね、少しだけ気になったかなと思います。でパスコードを打つよりかはですね、はるかに楽なんで、この指紋認証の採用自体はですね、かなり嬉しいんですけれども、ここのですね、なんていうんですかね、人差し指とか登録したとして、ここならいけるけど、ここはちょっとダメだみたいなね、この辺の塩梅がちょっとまだ慣れてなくて、そこそこ起動時間っていうのは早いんですけれども、ここの指紋認証に手間取っちゃって、起動までね、時間が少しかかっちゃうっていうところが若干ありまして、これはね、もう慣れの問題かもしれないんですけれども、このね、1週間使ってきた中で少しね、気になった部分でございましたので、一応ご紹介でございます。といった形でですね、いいところ、また気になる点というところをお話しさせていただいたんですけれども、ここからはですね、じゃあこの ROG Ally、どういった人におすすめなのか、またね、ゲーミングノート PC と比較するとどうなのかっていった目線もですね、お話をしていきたいと思います。まずね、ROG Ally どんな人におすすめかっていうところなんですけど、外出や移動中に手軽にゲームをしたい。で荷物はやっぱ最低限にしていきたい。という方でしたりとか、作業とかはね、あんましなくて、もうゲームだけが目的だ。だけどやっぱり Steam 以外のゲームをしたくて、Windows 動くやつがいいなという方。あとは、すでにね、ゲーミング PC を持っているんですけど、サブでね、ポータブルゲーム機がやっぱ欲しいなと思う方。そういった方に関しては、かなり刺さるね、デバイスなんじゃないかなと思っております。フル HD 画質でのゲームっていうのがですね、タイトルによってはちょっと難しい場面もあったんですけれども、さっき言った通り解像度をね、落とせば重たいゲームも全然しっかりプレイすることができますし、落とすことに関してもディスプレイがね、7ミリセコンドっていう感じではあるんですけど、そこまで気になるほどではないかなと思っておりますので、これでね、がっつりガチでプレイするっていうわけじゃないと思いますので、場所を選ばずに PC ゲームを気軽に遊べるというデバイスとしてニーズはですね、結構あるんじゃないかなと感じました。やっぱね、ゲームとして一番相性がいいのは RPG 系のゲームなのかなと思います。逆にですね、ゲーム以外の用途、例えば作業をしたいとか、配信や動画編集もしたいよとお考えの方はですね、それはちょっともう素直にね、ゲーミングノート PC を購入いただいた方がいいんじゃないかなと思います。別途ですね、マウスやキーボードを接続して、ノート PC のようにね、使うことも全然できるんですけど、やっぱりベースはゲーム機となりますので、作業もね、快適にできますよというところまではいかないかなと思います。Z1 エクストリーム搭載のこのモデルは約10万円ほど。で、Z1 のモデルは約8万円ほどと
なっておりまして、同じようなね、このスペック帯のゲーミングノート PC を購入しようと思った場合、もうちょっとね、値段が張るかと思いますので、そういった面からすると、コストパフォーマンスもね、なかなかいいデバイスなんじゃないかなと思っております。PC ゲームをやるのって結構ハードル高いんですけど、これだったらね、まあ、比較的お求めやすい価格になってるんじゃないかなと思っております。ということでね、いかがでしたでしょうか。今回はですね、ASUS 様から ROG エイライをですね、お貸しいただきまして、レビューをね、させていただきました。すべてのゲームを手のひらへというキャッチコピーもですね、なるほどなと思わせるポータブルゲーム機になっているかなと思っております。正直言うとですね、この機種の用途がですね、ドンピシャで刺さる人っていうのは、ちょっと少ないのかなっていうのは思いました。やっぱりですね、なかなかね、ニッチなデバイスになっているのかなとはちょっと思いました。ただ、個人的にはね、このポータブル機で PC ゲームができるっていうのはかなりね、ロマンがあるというか、夢があるなと思いましたので、個人的にはですね、いいデバイスなんじゃないかなと思っております。はい。で、実はですね、ASUS 様からはもう一つお借りしているものがありまして、こちらについてもですね、また近日中にお話をさせていただきたいなと思っております。今後もね、こういったゲーミングデバイスとレビューしていきたいと思っておりますので、ぜひともですね、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。またですね、コメントとかもいただけますと、めちゃめちゃモチベーションになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。